皆さんこんにちは、読者モデルの青木美沙子です。よろしくお願いします。皆さんはじめまして、みどりと申します。あきらです。こんにちは。ベイビーザスターズシャインブライト in ゴシック&ロリータバイブル。改めまして皆さんこんにちは、青木美沙子です。みどりです。あきらです。今回私たち3人がゴシック&ロリータバイブル市場から飛び出してベイビーザスターズシャインブライトとアリス&ザ・パイレーツの可愛くてかっこいいお洋服の数々やロリータライフには欠かせないあらゆる情報を満載でお送りします。さて、ここはゴシック&ロリータバイブルの撮影現場。ベイビーとパイレーツの新作のお洋服の撮影をしています。いつもこんな感じで写真を撮られているんですよ。私は15、16歳ぐらいの時にケラーっていう雑誌の、ストスナに載ってそこから読者モデルになったんですけど、その時に読者モデルで最初に着たお洋服が白いロリータのワンピースだったんですけど、それを着た時にすごい可愛いって思って、そこからロリータファッションに目覚めるようになりました。それまでは結構ボーイッシュで古着とかをよく着てました。小学生の時に「ほの一族」っていう漫画を読んで、貴族のああいう豪華なお洋服に身を包みたいと思ったのが、多分ロリータ服と認識はしてないんですけど、それが出会いですね。着始めたのはですね、高校1年か2年ぐらいだったと思うんですけども、お小遣いを貯めて、でお店に行くのが恥ずかしかったので、ベイビーさんの通販で初めて何を買ったジャンパースカートを買ったと思います。隠れキリシタンみたいな隠れロリータだったんですけど、もともとは男友達が多かったので、なんとなくスカートを履いてると自分が浮いてしまうので、男の子の格好をするようになったらスカートよりもパンツの方が楽だなみたいなところから始まり、スカート似合わないんじゃないかって疑惑も生まれ、ズボンを履くようになって、そこからなんかちょっとおしゃれにボーイズスタイルを着れるようになったらなと思いました。高校の時に b ボーイみたいな格好にハマってて、そっからですね。ベイビーザスターズシャインブライト2010ウィンターコレクション。秋冬定番の別鎮素材を使用したアイテムやコート、靴など重厚感のあるクラシカル系はもちろん、ベイビーらしいプリントやアイテムも充実。待望のシンデレラをモチーフとしたシンデレラジュエリー柄は、輝く宝石モチーフを散りばめ、上品でゴージャスな柄を演出しました。また、ベイビーの人気キャラクターのうさくみゃちゃんや仲良しくみゃちゃんをモチーフとしたアップリケやオリジナルプリントもキュートに展開。寒い夜もベイビーであったか幸せな夢のあるアイテムがいっぱいです。
アリス&ザ・パイレーツ2010ウィンターコレクションのテーマはドラマチック。劇的なストーリー性のあるオリジナルプリントをメインに、冬コレクションならではの重厚感ボリューム感のあるアイテムを展開しています。定番のブラックネイビーに加え、ボルドー、グリーン、パープル、ブラウンなどのダークカラーを多く取り揃え、重みのあるコレクションとなっています。横浜の街をアキラちゃんと2人でゴシック王子とロリータ姫でカップルで回るっていういろんな名所を、喫茶店だとか行く場所素敵で、誰かが撮ってる間にも私は急いでその場所を観光してね回ったりして、すごく充実してお土産もたんまり買って帰った楽しい撮影でした。一番最初のバイブルの撮影が鎌倉で1泊で行かせていただいたんですね。まだ15、16だったので、その泊まりがけでの仕事っていうのが初めてで、お母さんにそういう仕事が来ちゃったんだけどどうしようみたいな感じで相談した記憶がすごいあって、最初はすごい不安がいっぱいだったっていうのが一番の思い出というか、いい思い出、今はすごくいい思い出になってます。みどりちゃんと表紙、ゴシックロリータバイブルの表紙をやらせてもらったのがちょっと楽しかったですね。みどりちゃんの男装ファッションがすごく好きなので、2人でちょっと男装 BL 的なノリができたのが楽しかったです。ここでベイビーの歴史をおさらいしてみましょう。ベイビーザスターズシャインブライトは社長の磯部昭則氏が1988年に会社設立、1992年にロリータファッションのブランドベイビーザスターズシャインブライトを立ち上げました。幼い頃フリルやレースのついた服を着てお姫様になったような気分で、可愛い綺麗と素直に喜べた、そんな心を持ったロリータ少女の服というコンセプトのもとで、たくさんの可愛い服を生み出してきました。2000年にはデザイナーの上原久美子さんが新たに参加。さらにベイビーの世界は広がっていき、人気アイテムが続々登場しました。そして2004年に公開された映画「下妻物語」では全面的に衣装協力をし、ロリータファッションは大きな話題になりました。また同じ年には姉妹ブランドアリス&ザ・パイレーツが誕生。少女アリスが海賊の世界に迷い込んでしまったらというコンセプトのもと、個性的なファッションを展開。2007年、フランスのパリに初の海外店舗をオープン。2009年にはアメリカのサンフランシスコにもお店をオープンし、ベイビーは世界中で人気を集めています。ベイビーの良さっていうのはやっぱりお上品な本当にクラシカルなロリータスタイルで、本当にお人形みたいになれる可愛いファッションだと思います。何よどこのブランドさんよりも上品で可愛くって、レースの使い方がすごく私のツボなんです。ここはベイビーのプレスルーム。たくさんのベイビーグッズに囲まれた中で、美佐子ちゃんとみどりちゃんがベイビーのデザイナー上原さんと加納さんと打ち合わせをしています。そう、実は今回特別にベイビーとのコラボでドクモプロデュースのオリジナルのお洋服を作っちゃいます。さて一体どんなものが出来上がるんでしょうか。可愛い感じがいいなっていうのがあるのと、まあ、色だけちょっと分けて、同じようなデザインなんだけど色をお互いの好きな色とかにして
でこう2人でなんか手つないでなんか公園とかお散歩をするとか、ピクニックするみたいなイメージで、こう歩いててこうふわふわみたいな、あ可愛いかな。後ろバッスルとか、かわいい。割とエプロンがついてる形ですけど、ワンピースで袖が取り外しできるので、ケープ好き。なんか双子だけどちょっとワンポイント違うっていうのも可愛いかなと思う。なんかコーディネートでちょっと変えられるとか。なるほど。定番はやっぱりこう花柄とか、カジュアルだとターターチェックとかなんか軽いイメージって言ってたので、あんまり冬物な生地を選んじゃうとちょっと重たい。あんまりこういう生地ってないんだよね。まあなかなかない裾だけにほとんどこう層柄全体的にポケットとかつけるとかね。ポケットあ、でもなんか刺繍そうこうポッケに B とか。あーでもビー B ぐらいだったら B ぐらい意外だな。機能性は二の次。二の次だよね。シャンタンシャンタンの生地で。なんかもうすごい具体的にできてる。後ろは後ろシャリング？いやシャリングあじゃなないくて、なぜ？なぜ？仕様ですか？デザインによって。あ、そうなんだ。じゃあ赤着てみよう。待って。これってこのレースが。これがサンプルなんです。サンプル。これでもちょっとやりすぎですよね。これでちょっと可愛い。一人だと聞けないっていうぐらい詰めてから着てる。膝見えてないのね、大体。うん大体は見えてないくらい。見えるか見えないか。襟がやっぱこっち可愛いよね。可愛い。うん。でもこれ取り外しなんだけどくっついてる方がいい。一個か二個。そう長いのが可愛い。でレースはもうちょっとこの辺手が自由だし。後ろ姿も抜かりないし。お花畑でお互いウサギとか犬とか連れてお散歩してかもしれん。だったらこのサックスが好き。それ OK ですよ。みっちゃんは私ピンクがいいんですけど、でも同じだったら揃えた方がいいか。あ、全然ありだと思う。あの片側可愛い。後ろだね。後ろで。ジャケットの方が、一方のあきらちゃんはパイレーツのデザイナー三つ葉さんとオリジナルのお洋服の打ち合わせ中です。言葉を聞いた気があきらちゃんはどんなお洋服にするんでしょうか。ちょっとサルエルっぽいロングサルエルみたいな、まあでもちょっとカジュアルでも着れるような素材がいいなみたいな、なんていうんですかね、プリーツっぽいのをなんかこうつけたいなみたいな感じ。パンツにつけますか、それともこういう風にジャケットの下につけるようにするか。その部分もカット生地がいいですか。そうですね、難しいですかね。ちょっと綺麗なプリーツにはならないかもしれないです。なんかパキッとしたプリーツだにはちょっと難しいかも。でもロングにしてしまってブーツインとかがいいかなと思ってたんで、それだと結構ふくらはぎぐらいまでのサルエルにして裾をちょっと長めのこういうのをつけるみたいなとかでも、はい、ブーツインにした時にかっこいいかもですね。こっちの方が海賊っぽいは海賊っぽいかもですね。こういうのってちっちゃめにとかってできるの？ちっちゃめにも大丈夫ですよ。前も長くで長くで。じゃあ全部長い感じで、はい、どのぐらいまで長くしますか？太ももぐらい。
こういうあ飾りテープみたいなやつとかあ、かっこいい。襟の周りに欲しい。結構ハードめだったらもっといっぱいチェーンとかついちゃってたりとか、でもかっこいいかもっていうでしょ。あ、それ欲しいです。肩のはい。軍人みたいなやつですはいね。やつとかついてても、それ欲しいです。じゃあこれをつけて、例えばジャケットを文字にしてベストはストライプにしてみるとか、これ色？もう5色ですね。黒で大丈夫です。はい。はい。ありますよ。金で。金で。はい。なんか雑誌で被っていただいたことありますよね。これ。はい、あきらちゃんの打ち合わせも一段落したみたいですね。この後はみさこちゃんのプライベートに迫っちゃいます。趣味はお買い物が大好きなので、本当休みがあれば原宿に買い物に、もうそれが趣味でありストレス発散なので、自分の運命のお洋服に出会えてそれを試着して、あ、これかわいいって思えた瞬間が一番幸せで、もうそういう時は試着室で着てそのままこれ着ていきますって言ってそのまま着てっちゃうこととかも結構多くて、原宿はもうほぼ明治通り沿い、ラフォーレとか辺にお店がいっぱいあるので、その辺をうろうろして、私スターバックスが大好きなんですけど、明治通り沿いのスターバックスでお茶してることが多いです。可愛いものが大好きなので、お洋服ももちろんコレクションにはなるんですけど、お洋服とあとはブライスのお人形が大好きで、プチブライスなんですけど、そのお人形をいろんな服着せ替えさせられるような、代官山にブライスのお店があって、そこにもよく行きます。これからみさこのお部屋を紹介します。みさこのお部屋はこんな感じになってます。一応この中には皆さんからいただいたファンレターがいっぱい入ってます。これはベビーリボンで買ったものです。あとは大好きなブライスもいっぱいあります。クローゼットの中を紹介します。いっぱい、お気に入りのお洋服もいっぱいあります。今一番お気に入りなのがベイビーさんの新作のお洋服です。今日私が着ているのもベイビーさんのお洋服で、これは非売品なんですけど、うさぎのお洋服で、生地もうさぎで、今日は全身ベイビーさんで合わせてます。ちなみに足もうさぎです。一応全体的にはピンクのお部屋にしてます。バレッタが大好きなので、リボンのバレッタをいっぱい集めていて、ブラインドにアクセサリーみたいにつけてます。これをお出かけの時に1個取って髪の毛につけたりしてます。あと普段フットベッドで、休んでます。恋愛にもいろいろとアクセサリーをつけて可愛くしてます。みさこのお部屋こんな感じでした。そうですね、私はもう本当小さい頃から看護師っていうことに憧れを抱いていて、あと白衣っていうのにもすごい憧れを持っていて、やっぱり女性として自立するためにはそういう看護師っていう仕事はすごくいい仕事だし、人のために役立てる仕事だと思ったのでなろうと決めました。
人でお洋服を作ってるみたいです。Everything made in London as well. あー、すごい可愛いお店でした。私もケラとかゴシック&ロリータバイブルで10年近く読者モデルをやらせていただいてたんですけど、それで外務省の方が、ロリータファッションで一応活躍しているモデルさんということで取材に来られて、で一応面談みたいなことをさせていただいて、その後に選ばれたっていう形なので、私から立候補してやりたいですって言ったわけではなくて、外務省の方からお願いされて、選ばれました。いろんな各国のフランスでいうジャパンエキスポみたいな日本のカルチャーを紹介するイベントに呼ばれて、そこでロリータファッションを着てファッションショーをしたりトークショーをしたりサイン会をして、ロリータファッションを通して日本を好きになってもらう活動が主な活動内容です。可愛いっていう言葉も世界共通語だし、ロリータファッションも世界で通用する日本のカルチャーであり、ファッションだといろんな国でイベントに参加して実感しました。今日はこれからケラのファッションショーがあります。今日のファッションはベイビーの全身ベイビーです。ロンドンも寒いので、ベレー帽もファーのベレー帽にしてます。可愛いというファッションは今私がしているようなお人形になれるような女の子がときめくようなファッションだと思います。この間つい昨日までロンドンに行ってたんですけど、ロンドンのロリータちゃんたちに全然イベントとは別でお茶会に誘っていただいて、ロンドンってアフタヌーンティーがすごい有名みたいで、一緒にスコーンを食べながらみんなでロリータファッションについて語るっていうので、私あんまり英語が得意じゃなくてよくわからないんですけど、好きなファッションが共通っていうだけでもう言葉の壁も越えるというか、本当にそれだけで笑い合えるっていうところがすごい、ロリータファッションって本当にすごいなっていうふうに思いました。ただいまティーパーティー中です。スコーン美味しいです。ロンドンのお茶会から打って変わって、こちらはベイビーの本社。デザイナーの皆さんがオリジナルお洋服の制作に取り掛かっています。すごいね。絵だけでも可愛いよね。ねえ、フリルを描くのがあんなに簡単そうに見える。難しいもんね。ねえ、パターン書いてるんかな。パターン。パターン。ああやって作るんだね。紙？これは何？型紙？型紙？指についてるのが気になる。チョコレートみたい。すごいやっぱ計算されてるんだ。めっちゃこれボタン？ボタンサンプル。いっぱいだね。こんだけあったら迷うよね。怖い怖い。早い早い。すごい。本当に作ってるんだね。あんなに重ねて縫うのってすごい大変そうだよね。私いつもミシン止まっちゃうよ。すごい仕事してる。かっこいい。ね、上原さんがかっこいい。すごい真剣だよね。夢のレースサンプル。ちょっと完成が見えてきてる。あきらちゃんのだ。ちょっとしか映んない。はい、次はあきらちゃんのプライベートに迫っちゃいましょう。いや、自分プライベートめっちゃ薄っぺらいっすよ。どんな感じ？このまんまだと思います。ただ感情の起伏が激しいので、多分ライブとかに来てるお客さんとかは分かると思うんですけど、楽しい時はめっちゃ楽しそうな人です。ディスアコードというバンドをやってます。その中でボーカルをやらせてもらってて、基本的にディスアコードというバンド自体が何でもありな、何でもやっていこうという
バンドなんですけどアニソンライブとかもやるし、アニソンライブといっても楽器隊がそんなに楽器が上手いわけでもないので、ただカラオケをつないで楽器隊にも歌わせるというろくでもないイベントやったりとか、あとコスプレさせたりとか、基本的には俺のやりたいことを全部やらせるっていう、すごいエンターテインメントなバンドです。これが9月29日から10月6日までやっている初主演の舞台の台本です。なんか大変なことになってます。はい、女装で参加させてもらいました。違和感というよりもスカートやハイヒールでどうやって自分が振る舞ったらいいのかが、歩き方もやっぱり男の子っぽい歩き方と女の子っぽい歩き方じゃ全然違うし、そこからまず勉強し直しました。で抱きつくシーンがうまくできなくて何回も稽古中にやった超大変。抱きつくことってだって生まれてなくないですか？走って「ごめん!」っつって抱きつくんですよ。それ抱きつくの男の人？しかも身長180ぐらいあるから、そんな人間にそもそも出会ったことないし、抱きつけないし、吹っ飛んでたもん相手役の人。まあ何が一番大変ってヒールで歩くのが一番大変なの。ブーツのヒールなんですよ。普段絶対履かないじゃないですか。しかも階段あれ1段30センチあるんですよ。階段が高い階段で階段を降りるシーンが何度もあるんですよ。完全に左の膝と足首痛めましたよ。2回目の公演で花道から落ちたんですよ。うわー花道を走ってて5段。アニメを見ること、漫画を読むこと、ゲームをすること、ジャンプを毎週買ってて、あとは少女漫画も結構ジャケ買いじゃないですけど本屋行ってバーって買ってきちゃったりとか、ラブコメってやつですね。笑える漫画が好きなんで、ちょっと前だとラブコンとか、ああいうちょっとプッてくるようなほのぼの系が好きです。あとアニメとかはあれですね、ロボット系が好きですね。グレン・ラガンっていうアニメ最近好きで見てます。ガンダムはもちろん好きですね。王道ですけど、今ユニコーンやってるじゃないですか。ユニコーンの続きが気になる今日この頃です。キャラ萌えで言ったらマクロスなんですよ。シリル・ノームの声をやってる方がカジカの声、今回の舞台のカジカさんのアニメの声だったんで、余計好きになりましたまあアニメのグッズとかはちょいちょい集めてますね。ワンピースが好きなんで結構ワンピースのグッズはファンの子とかもくれるんで集めてたりしますね。あとはフィギュア系集めてるわけではないんですけど、はい、好きでちょいちょい買っちゃいます。ちょっぴりお部屋紹介です。ファンの子からもらったものはだいたいこの棚に入ってます。あとはこっちがアクセサリー系です。あとはこの辺にもいろいろあります。まあそのシーズンによってまたいつも変わってきちゃうんですけど、ちょっと前だと、銀玉の高杉みたいなちょっと悪そうなキャラにハマってました。もう最近あんまり悪そうだとみんなが冷たいっつってブーイングをしてくるので、最近ちょっと優しめなオーラン高校ホスト部の周防玉木みたいなちょっとバカキャラの王子を目指してます。一時ガンダムめっちゃ見返してた時にみんなに喋り方がシャアになってるって言われます。アニメの影響を受けやすいので、よくのだめにハマってた時にずっと喋り方がのだめになってたらしいんですよ。気持ち悪いって言われて、ちょっと別のアニメ見返そう。結構影響受けますね、アニメには。おっと、ついにあきらちゃんのお洋服が完成です。デザイナーの三葉さんにお洋服のポイントを聞いてみましょう。
今回コンセプトはミリタリーっぽいイメージということで、軍服っぽいイメージでお洋服を作りました。生地はポリエステル系のシワになりにくい丈夫な生地を使用して、高めに作った襟が、軍服っぽいイメージを出しています。襟には厚手の芯を入れていて、倒れないような工夫がされています。ジャケットの袖口の折り返しとベストの後ろ身ごろの部分にオリス&ザ・パイレーツオリジナルのチェーンブーケ柄というシャンタンのちょっとゴージャスな柄の生地を使用してゴージャスな感じを出しています。パンツはサルエルパンツがご希望だったということだったので、カットソーの軽めの生地でサルエルパンツを作りました。フラップ付きでこちらは取り外していただけるような仕様になっています。胸ポケットのところと前のボタンのところにチェーン飾りをつけていて、アリス&ザ・パイレーツらしいチェーン使いになっています。自分がデザインしたものが細かく再現されていて、とにかく着た時は感動でいっぱいでした。おしゃれな軍服をイメージしているので、どっか着ていきたいなって感じです。ぴったしです。はい、襟の感じもぴったしです。それではみどりちゃんのプライベートはどうなんでしょうか。趣味は、ゲームと漫画読むことと、あと小説なんかを読んだりしたり、その中で音楽を流しながらっていうのが好きです。とにかく家でまったりのんびりお茶飲みながらそういうゲームとか漫画を読んだりアニメ見たりするのが好きです。ゲームはですね、アクション系はあんまりできなくて RPG とか、あとアトリエシリーズってとにかくひたすら調合してアイテムを作り続けるっていう地味なコツコツ系ゲームが好きです。好きな漫画、ポーの一族とかヴァンパイアミユとか、そういう吸血鬼ものとか、あとは結構何でも読むんですけど、絵がとにかく綺麗なものが好きで、血がブシャって出ても絵が綺麗だったら全然大丈夫なので、ベルセルクとかも好きですし、大人向けな結構内容がシュールだったりファンタジーだったり、そういうものも大好きで、とにかくいろんなジャンルをこそっと買ってきてバーって読みます。とんでもない量の漫画があります。その時期にやってるアニメを1話とりあえず全部見て、そこからよりすぐっていくつかアニメ絞って、その時期はこれを見ようって決めて見たりしてます。本当にオールジャンル見ます。最近は狼さんと7人の仲間たちっていうアニメがライトノベルからアニメ化されたものなんですけど、女の子が可愛いのにやられるので、それをずっと見てました。結構これになりたいって思うキャラクターが男の子だったり白髪だったりして、ちょっとありえない、本当にもうコスプレって感じになってしまうので、あまり挑戦しようとは思わなかったんですけど、ちょっとこの間初めてあるアニメでもないんですけど、サウンドホライズンっていう物語音楽をやっているグループの曲の中に出てくる男の子っていう、すごいマニアックなところをコスプレしてみました。元になるジャケッ
トとかを買ってきて、形が似てるものを買ってきて、そこに自分で縫い込んでレースつけたりして、ボタンも付け替えたりして衣装を似せて作りました。そうですね、ロリータを始めた時はもうとにかくお金が回らなかったので、お袖留めとかを自分で作ったり、ヘッドドレスを作ったりしていました。今日は女子会です。ロリータ系じゃないカジュアル系のドコモのことみんなで肉を食べに来ています。肉、ユッケ、肉、ドコモのみんなで。すごいそれ。美女美女。頭につける小物ですね。ヘッドドレスとかカチューシャとかベレー帽とか、あとはもう可愛いリボンのついたゴムとか、もうとにかく集めまくって、あとプレゼントとかでも手作りをいただいたりするので、そういうものも一点物ですごい嬉しいので、よく雑誌とかでもつけてます。イタリア行きたい。カプリチョーザとかでいいんじゃない？今日もなミッキーにメイクしてもらってます。はい。イタリアが好きだそうです、みどりちゃんは。イタリアにロケに行きたいです。誰か連れてってください。タパスに行こうじゃあ。昔から特に夢がなくて、幼稚園の時になりたいもの OL って書いて怒られてたんですけど、多分こういうこと以外だとひたすら地味な作業を永遠とするのが好きなので、事務系をやってたと思います。今日はスナップ撮影です。みーちゃんとスナップ撮影です。いろいろあるんだ。可愛いです。バレリーナ柄のワンピース着てます。今みどりちゃんが漫画を描いてます。どうですか？とっても難しいけどバイブルの企画なので頑張って描いてます。頑張っているそうです。みさこちゃん、私たちのお洋服も完成したみたいだよ。流行る気持ちを抑えて、まず上原さんたちのお話を聞いてみましょう。今回のコンセプトは姫のお散歩ワンピース、それをテーマに作りました。まず生地の方ですが、シルキーバックサテンといってちょっと光沢があるんですけど上品な光沢感がある生地を使いました。みさこちゃんの方はピンクに白レースで可愛らしく、みどりちゃんの方はサックスにきなりレースを使って、ちょっとクラシカル感を出してみました。それぞれのキャラクターに合った感じそうです、お色も合ってるかなと。デザインの方ですが、プリンセスらしさを出すためにまず姫袖、お袖がこう二重のフリルになった姫袖にして、スカートも後ろを4段のフリルでお姫様っぽいプリンセスラインで、プリンセスラインでボリュームも出して、可愛く仕上げました。襟元はデコルテ、ちょっとこう綺麗なラインを出しつつレースでちょっとゴージャス感を出してみました。あとはウエストにボーンを入れて、ちょっとローウエストでウエストのラインが綺麗になるように、白で編み上げもできてキュッとなるようにしてます。スカートにはベイビーの刺繍が、ラインストーンがキラキラポイントです。可愛い。可愛い。予想以上に可愛い。よかったです。腰がなんかキュッとしてて、お姫様っぽい。双子になったね。すごい。まさに理想通り。ね、いろいろらしく。ね、お上品に。今までにないベイビーの方のカチューシャの大きさだったので、ちょっと心配だったんですけど、
すごい可愛くつけてもらえててよかったです。ドレソに着せてたのとまた違って、実際みどりちゃんとみさこちゃんに着ていただくとすごい本当にお姫様みたいで可愛い。お洋服が完成したところでもう一つ忘れてはいけないのがメイク。読モの私たちも普段は普通の女の子。次はみんなで読モになっちゃおう。秘密のメイク方法を教えちゃいます。私たちのメイクを担当してくれている並木昭夫さんは、お人形のような顔を作るメイクの第一人者として雑誌ケラやゴシック&ロリータバイブルなどで活躍しています。可愛いに特筆したメイクとしてさまざまな分野で引っ張りだこです。青木美沙子さんには最もポピュラーというか基本的なロリータちゃんになっていただきます。まず最初に今ファンデーションを塗ってある状態で、これから影をつけていきたいと思います。まぶたの際から目尻に向かってこうぼかしていきます。目の下も眉頭の下、あとこの鼻の眼鏡のこう当たるところ、これがベースで、次はアイシャドウ、色を入れていきたいと思います。ジル・スチュアートのピンクを上まぶた全体にこうアイホール全部に薄く、目の下にも。続きましてちょっと一個暗い色、今度目の際から上にアイホールの真ん中ぐらいまでですかね、順番に伸ばしていきます。次はアイラインを目の際にまぶたに沿って、これ目の形に沿って入れて、まっすぐ目を開いていただいたまま目尻をちょっと伸ばす。で今度インラインって言ってちょっと粘膜の内側にも塗ります。さっきの4色の中で一番この暗い色、これをこの黒のアイラインの上からもう一度塗ります。あと下のラインも目尻のここだけに。で続いて一番明るい白っぽいやつを目頭の際にと涙袋、目の真ん中ぐらいまで入れます。まつげは2つ使いたいと思います。目の幅に合わせて少しカットします。これがベースのまつげになります。でまつげをつけた後にビューラでまつげの根元を1回だけ挟んで、根元1回だけ折る感じで。続きましてクロスしてるつけまつげをまず真ん中で半分にカットをします。でこの毛の短い方もちょっとちょん切っちゃって目尻に垂れ目になるようにつけます。で目尻がこうちょっと垂れ下がってヒュッと長くなってお人形さんのようなドールアイになります。さらにそのつけまつげを強調するために上からまつげにマスカラを塗っていきます。そうしましたらもう一度リキッドのアイラインでまつげのつけたとつけてないところの境をこうラインでつなげちゃいます。で最後に内側の粘膜のところをペンシルで黒く、今度はマックのシェードで大骨からこう顔の輪郭に沿っていきます。その後にこれ色別に何でもいいんで好きなピンク系の色を目の下のこの辺からやっぱりちょっと広めに目のまぶたの黒目の下あたりぐらいまでチークを入れまして、次は口紅をマックのシスという色をベースに最初に塗りまして、まずご自身の口紅の色をリセットします。でその上から例えばこういうピンクを唇の真ん中を中心にうっすら入れていきます。でこの時に上唇がちょっとはみ出す感じにすると甘い感じになると思うので、その上からグロスも上をちょっとはみ出させます。はい、これで美沙子メイクの完成です。美沙子ちゃんはストレートなんですけど、巻き髪にしてみたいと思います。まず巻く前にちょっと固まるスプレー全体に少し薄く塗布しておくと、その後カールがしっかりついて持ちも良くなります。
このくらいこう毛束を取って根元に挟んで、アイロンの位置はそのままこう毛先だけをどんどんこう回転して巻き込んで、この毛先が逃げないようにきれいに巻き込んで、毛先をぐるりときれいに巻き込まれてると、下の方が重たいカールになって、いろいろ上の方から巻いたり、縦ロール風に巻いたり、ウェーブ風に巻いたり、いろんな巻き方があるんですけど、今年のおすすめは下の方だけ重たいカールというのが可愛いんじゃないでしょうか。はい、巻き上がりました。しましたらちょっと手でカールをなんとなくほぐして、で仕上げにリボンカチューシャをつけて出来上がり。あきらさんは王子様というコンセプトで作らせていただけたらなと思います。で最初に今省いてしまったんですけど、ファンデーション塗った上で最初にシャドウというのを入れていきます。シャドウというのは影を作るということで、ケイトのアイブロウって眉毛描き用のアイブロウの粉がありまして、それを眉毛に使わずに影を入れるのに使うというのがポイントですね。で入れ方としては、目のアイホールから外側にちょっとぼかす感じで入れて、目の下の目の半分からやっぱり外側の下の部分と目の上をこうちょっとパンダみたいに囲うようにして、でアキラの場合は少しこうつり上がったシャープな感じにしたいので、上にこう伸びる感じに入れていきます。であと鼻筋もこの隙間を空けて、こことここに入れます。ここに入れるといかにも入れたっていう感じになってしまうんで、こことこの眉毛の頭のところに入れるとこう鼻がスッと伸びて見えます。これがベースで、その上にアイシャドウというのを入れていきます。これまたケイトの最近発売されたやつで釣り上げる感じに、でここも下にもちょっとこうなじませてシャドウを入れます。そしたら次はアイライン、リキッドのこういう筆ペンみたいなやつを使ってます。最初この釣り上げるラインを描いて、でこれに沿ってまず目の際を塗ります。でこっからここをつなぐように台形でこう塗りつぶしてしまいます。そうすると自然な猫目というか釣り目が、こういう自然な猫目ラインができる感じですね。でここから下もつなげて、これは目尻細く目頭について、目尻太く目頭に向かって細く、今度ラインをちょっとこういう黒いアイシャドウで筆でこの塗ったラインの上をちょっともう一回上から塗って、こうラインの線を少しぼかすと、多少アイラインがガタガタしててもごまかせるし、自然にちょっと肌になじむんで、ナチュラルとは言わないですけど、自然に見える感じですね。その後つけまつげを、最近私がハマってるのはダイヤモンドラッシュっていうやつのキャッツアイという、何がいいって毛がたくさんついてるっていうのと、長くつけても痛くならない、あと取れづらい。でこれまたこのグルーがよくドラッグストアに売ってる980円ぐらいで売ってる、これが今すごい流行ってて、ちょっと乾かしてからつけます。これはもう目の際に沿って全体につけちゃっていいと思います。下はマスカラをちょっと多めに1回塗って、少し乾かしてはまたその上から塗って、眉毛を、これのゴールドがすごい良くて、これで1回眉毛を消してリセットします。その上からグレーのペンシルで細くシュッと、基本は直線的に入れる感じですね。でさらにできるだけ太い筆で、これ太ければ太いほどいいんですけど、太い筆で、これはねマックのこの色がでももうないのかもしれないけど、シェードでこう顔をシャープにごっそり見せる、輪郭に沿って髪からこうね、頬のあたり薄く広く均一に入れていきます。でちょっとこうチーク、ピンクのチークとか入れるような場所にこうシェードも入れてしまいます。こう白っぽいキラキラした粉、今いろんなのが出てると思うんですけど、鼻筋のここと目の際と顎の先とかに、であとは
リップで出来上がりです。一番の基本な感じはマックのミスという色を、これ色がない感じで肌色を塗って、その上からプルルンリップっていうやつを塗って、メイクは出来上がり。王子様キャラはシュッとした羊のようなストレートな感じにしたいと思います。これスプレーした上からストレートアイロンをすると、すごくストレートアイロンが効いて、そのままこうツンツンのストレートになるので、ぜひご存知でない方は試してみてください。今度よくやるのが立てるというスタイルなんですけど、一番基本的なのは逆毛バックコーミングで、髪の毛をちょっとこう毛束を取って、こう根元にギュッとこう逆さに溶かす。でこう立ち上がる、なじませて、こうあとはその立て加減は好き好き。よし、こんな感じですかね。以上、アキラのメイク講座でした。はい、それではみどりちゃんメイクを解説したいと思います。私のメイクは目が離れて垂れ目になって、目の位置が下がる感じになるように心がけてメイクをしています。マックのテンプティングっていう色ですね。今塗ったシャドウのちょっと内側に同じように塗っていきます。目尻、目の下、このラインにで指で境目を少し動かしながら、きちっとのアイラインでまず普通の目の形に沿って、で開いたまま目尻をそのままっすぐ目に沿って5ミリぐらい長く、ここまで。でそのアイラインの上にダイヤモンドラッシュのエンジェルアイ。このダイヤモンドラッシュシリーズの中で一番濃いやつなんですけど、結構みどりちゃん奥二重なんで、長めなのをつけても意外と馴染んでしまう。目に合わせて少しカットして、でついたらビューラで上げます。根元に当てて1回だけ。場所を何回も折ると実際のまつげと違うんでガタガタになってしまうんで。続きまして、これは RMK のアイクレヨンってやつ。これを目の垂れ目ラインのところに入れて、さらにそのまま上にも伸ばします。さらにもう一回まつげの際からアイラインを出して、ちょっと目尻のもう少し黒のライン、これは描くっていうか薄くぼかす感じで入るとですね。でマスカラをこれも塗って乾かして塗って乾かして多めにしっかりつけてください。ちょっとキラキラするやつを目頭のここにちょっと入れます。次はこのフェイスラインに沿ってシェードを入れていきたいと思います。あとやはりピンクのチークですね。この頬の真ん中、黒目の真下あたりですね。丸く入れてそのまま外側に。でこれキャンメイクのピンクのチークをさらに真ん中にちょこんとくとより幼くなります。ロリータちゃんは前髪がまっすぐ降りてることが多いので、ほとんど眉毛は見えない率が高いのですけど、一応眉マスカラで一回色を落として茶色のペンシルで綺麗な形で、でも色は薄い感じで描くようにしてます。そしたら最後マックのミスという色で自分の口の色をリセットさせて、その上からピンクを塗り、グロスをちょっと多めに塗るとみどりちゃんメイクの完成でございます。これね、上唇をはみ出すのがポイントです。みどりさんはちょっとウィッグを使ってみたいと思います。まずウィッグの手入れなんですけど、こういうウィッグ用ブラシというのがありまして、こう全体を溶かして絡めてる場合はウィッグ用のスプレーがあるので、スプレーを振りかけて、でブラッシングして、これはフルウィッグなんですけど、それをハーフウィッグみたいにつけたいと思います。前髪は地毛を使って前髪と顔の前の毛を残して、ポニーテールにした毛を丸めてお団子を作ります。そのお団子の上にこのフルウィッグの前髪の部分をこう内側に折ってハーフウィッグみたいな状態にして
ポコッと乗せます。もうこれはガツガツっとピンで留めていただいて、するとあっという間にふわふわヘアの出来上がりでございます。最後にお洋服に合ったボンネットをかぶして、でボンネットのリボンは耳の後ろに回していただいて、で首の前で、であとはウィッグの毛をこうできるだけ広げて、で完成です。はい、今やった3つのメイクパターンはいろいろある中のほんの一部なので、あとは皆さんいろいろ工夫したり自分のアイデアでどんどん可愛くなっていってください。では、並木さんのプロのテクニックに圧倒されますね。目元の処理やウィッグの使い方など何度も見返して皆さんもぜひ試してみてくださいね。毒もたちの内緒話、みさこ、みどり、あきらの秘密のお茶会。はい、ではまず、ファンの皆さんが聞きたいところとして読者モデルになったきっかけというのを一人ずつ伺っていきたいなと思うんですけれども、最初スナップからですね、ロリータの格好で友達と遊んでいて、そこをちょっと他の雑誌なんですけど本格的に読者モデルとして出始めたのはヘアカタログのモデルとして、雑誌に出始めたのがきっかけです。その後ゴシックロリータバイブルなどで撮影をするようになったのは何か？ケラの中のヘアページを依頼されて、で編集さんとロリータするんですよねみたいな、じゃあ出てみるみたいな、ちょっと軽い感じで、はい、みさこちゃんに会いたいんですよねって言ったら「じゃあ出ちゃいなよ」みたいな。私もスナップから最初は全然ロリータの格好とかではなくて古着とかを着ていて、最初ほんと小さく乗って、でそこからその次の日ぐらいにもうなんか読者モデルの撮影って言われて、で撮影がもう完全にロリータだったっていうところで、同じくスナップで声をかけられて、で読者モデルやってみないかというお話をいただいたので、やってみようか。結構王子様系とかパンツ系がもう中心で最初から。もともとボーイズスタイルっていう形で何ていうんですか、私服のスナップとかも出てたんで、みんなが普段考えてること、どういうことを考えて一日過ごしてて、どういうことに興味があるのかなっていうのもファンの方々みんな気になってると思うので、それをフリップで円グラフにしてもらって、どれぐらいの割合が何に興味がある、コンパスがないと絵が描けないどのぐらいの大きさだから左側がちょっとへこんでる完璧主義。何型？ A 型。A 型で。さこちゃんは？私 O です。できた。ありがとうございます。じゃあ、じゃん、皆さんに見せてください。こんな感じです。一番最初に描いたみさこちゃんがはっきりもう2つしかない。医療とお洋服。そうですね、やっぱり本当お給料のほとんど洋服に使うぐらいなので、はい、お洋服が本当に大好きで、もうストレス発散だし癒しだし、趣味でもあるので、お洋服、特にロリータのお洋服とか可愛いお洋服が好きなので、お洋服が半分と
あと私看護婦の仕事もしてて医療ものが大好きなので、本読むにしても漫画読むにしても、あとテレビも全部医療系のテレビは欠かさず、ドラマも大体見てたり、フェチなんですね多分。医療フェチ。キングとか見るともうやばいし、なんか電車の中とかでも人の血管とか見てるの大好きな。だから血管とか言ってるの。だからちょっと血管出てる男の人とかかなり燃えちゃう感じなんですけど。私はですね、食欲、だいたい4つが同じか。食欲、睡眠、漫画、アニメ、ゲーム、妄想が4つ同じぐらいの割合で、あとちょっとロリータ。なんで言わないの？なんか2人とも仕事とか書いてるんですけど、私基本的にまずダメ人間なのでこんな感じに。妄想の分野が結構食欲より大きいかなって思うんだけど。そうですね。妄想っていうのは何？だいたい何するにも妄想をまずして、なんかこのマカロンを見ても、あれはきっと何味で中身はどんな感じで。そうだ、そんなこと言ってたね。そう、ブツブツ言ってブツブツした。しかも外してた。もともとロリータのお洋服っていうのはちょっと着てたりしてたんですか？あ、もう着て原宿で友達とお茶したりしてましたね。ロリータはお友達がいると楽しいよね。そうなんですよ。最初いなかった時はもう本当にちょこっと着て出かけてそわそわみたいな。恥ずかしくてすぐ帰ってくる。可愛い。どうしようみたいな。だってまだみどちんが読者モデルやる前は丸いワンのお茶会にそう普通にお客さんで来てみさこちゃんこっち向いてみたいにカメラ構えてカメラですよ。その時のね写真とかをみーちゃんに見せてちょっと気持ち悪がられたり。まだ壁があった頃ですね。そうです。壁があった。で、あきらちゃんは一番分かれてるのね。はい。半分が仕事、すごい真面目な一面が。基本的にあんまり休みがないので、1ヶ月ほとんど働いてるすごい感じです。気になるのがポテトって何だっていう。可愛いな。ポテトってフライドポテトを食べないと生きていけない。そうなの。あとポテトチップスね。揚げた系のポテトが大好きで、好きすぎてイベント開いちゃうぐらいポテトが好き。主催？主催でポテイティの逆襲っていうイベントを自分の誕生日に合わせて開いて、フライドポテト食べ放題イベント。きらちゃんまたいどりちゃんと見てるのが漫画アニメ、ゲーム。そうだよね。あれは服よりも大きいっていう。そうだね。多分使うお金がこっちの方がでかいね。たまにガンと買うのでこうなったりするんですけど。確かに。月々で考えたら漫画アニメの方が使ってるね、お金は。皆さん好きなタイプとか恋愛が入ってないなって思ったんですよね。あ、そういえば。なんか単純に。あえて入れてないみたいな。なんかあれって思ったんだけど。ね、なんかお姫さんみたいなお洋服とか王子様みたいなお洋服着てるからいろいろ憧れってあると思うんだけれども、やっぱりロリータのお洋服着てる時に、ね、一緒に歩きたいなって思うのはあきらちゃんだね。あきらちゃんと歩きデートしたい。だからそれが仕事の中で満たされてしまうので、あんまりここに恋愛が入ってこないっていう。なるほど。じゃあそういう理想の例えば男の人とかいたとして、こういうデートがしたいなっていうのは。私ディズニーランドが。ディズニーはね、なんかやっぱりちょっとそういう時は勝負服というか、本当にデートだったらやっぱ可愛い格好で行きたいので、ロリータの格好して、で相手は王子様っぽいあきらちゃんみたいな人とディズニー行ってこうラブラブしたい。ラブラブしたい。するか。ぜひ。ずるい。三角関係になっちゃう。自分でメイクをする時とお休みの日とかあると思うんだけど、どういうところがポイントになってたりするんですか？こだわりどころ？こう喋ればいい？
とりあえず目の周りを黒くする。普段何もない日だと、肌は休ませるためにもう連日濃いメイクが続いたりするので、休みの日はもう塗らないで、ちょっと出かけるってなったらつけまつげだけポンってつけてポンってつけてあとは化粧を取って寝るとか、寝るとどんなに眠くてもそうだよね。そこはもうちゃんと洗って寝るとか、髪の毛も乾かして寝るとか。何一つできてないんですよ。本当に、そのまま寝ちゃう。髪は乾かさないね。普通のことだと思って。すいませんでした。今回初めてお洋服作りを多分デザインの段階から皆さんでベイビーのデザイナー陣とやったと思うんですけど、初めてこういう試みをやってみていかがでしたか？なんかこだわったところ分かったよ。こういう感じね。やっぱ自分がなんていうんですか、欲しかったものというか、思ってたものがものになるというか、品物になるのはすごいなと。かっこいい。すごいかっこいい。ありがとう。モテモテのあきみちゃん。もうみどりちゃんとみさこちゃんは実はお揃いで色違いのワンピースなんだけど、こう本当に王道のロリータスタイルだなってすごい夢のある。そうですね。2人で結構ね、色とかも話し合って考えたんですけど、私よくその妄想タイムにこんな服が欲しいってお絵かきしてるんでそれが結構実現した感じになりました。一応双子っぽくなっていて、レースの色がちょっとみどりちゃんのきなりそうだね。私のがちょっと白っぽくて、同じ色違いとはいえちょっと違ったり、あと頭の、ヘッドドレスもちょっとお互い違うのにして、美佐子といえばリボンなのでちょっと大きいリボン、特大リボンにして、私は頭がよく痛くなってしまってこれ、大好きなスキンドールのヘッドドレスで。普段ファッションでこれだけは譲れないぞっていうような自分のスタイルとかが、色とか形とかあったりしますか、あきらさん？ついに名前呼んできてる。もうそっちからかなって。こだわりはないですね。鏡その日に見た時に良ければよしみたいな。結構何でも着るからね。サバみたいになってる時も。サバって何？上海に行った時に。サバだった。サバスタイル。ひどくないか。シムサバ。スパンコールのベストを着て、すごいなんだっけ、キラキラの全部銀で、そう、T シャツを着て、すごい目立サレーパンツ履いてたね。その人が空港で遠くからこう手振りながら来るもんだから、しめサバ。光り物だってなってた。ひどい。でもスカートとか履いてるイメージがない私服でも履くスカート？履くよ。履くんだ。ロングスカート、黒とか。サルエルのように見えて、これ実はスカートみたいな。私はほぼ絶対というか、ほぼパンツは履かないので、印象がないもんね。撮影の時とかは履くんです。着ることはあっても、私服ではもうほとんどっていうか、ジーパンとかも履かないし、ワンピースの方が楽なんですよね。もう着慣れちゃうとパンツよりもなんかストーンっていうワンピースの方が、上下の服を選ばなくて済むっていう、このね、2人のタイマン。確かに楽そうな格好してるよね、よく。食べ放題とか言ったらめっちゃ食べれそうな。そうそれでもふわみたいな。私はピンクは着ないんですよ。なんか昔からピンクのお洋服を着たことがなくて、撮影で初めて。だからなぜか女の子色が恥ずかしくて、ずっと髪が短かったので、初めて買ったジャンスカとかもオフホワイトとかで、私は白黒きなりとかクラシカルな色ばっかりですね。あと、絶対ルールがあって、もういかなる場合もドロワーズを履くっていう。確かに。履く。履いてるね。履かないと不安な。不安ですね。
もうロリータを始めてからもう履かないと普通の格好の時でも落ち着かなくて、でもあれ可愛いよね。着替える時とか入れながらポコっていうの入る。ちっちゃい子みたいな。かぼちゃパンツみたいな。そっか、あきらちゃんまだ体験してないのかな？いや、履いたことはあります。撮影で。よくね、それ欲しいとか言って。結構ロリータさんだと部屋着として着てる方とかね、寝る時とかね。あれで一緒で？あれにコンビニとか行っちゃうの？コンビニはね行ったことない。ダメなんだ。ブロワーズにパフスリーブの T シャツとかでうろうろしてたり、部屋の中をでもいろんな、ね、柄を集めてて、トランプ柄とかもある。今度あげる。ありがとう。写メ撮って送るわ。それ一丁ね。では3人にいろいろ今までお話を聞いてきたんですけれども、これから読者モデルになりたいなっていうみんなのためにアドバイスを一人ずついただきたいんだけれども、あきらちゃん。はい。自分らしくおしゃれを楽しんで、原宿とかをねうろうろしてれば、もしかしたら読者モデルになれるかもしれません。みんな頑張ってください。私たちもそうだったんですけど、やっぱり原宿っていう街はやっぱファッションの聖地みたいなところだと思うので、その辺をこう自分の可愛いと思えるファッションで歩いていれば、もしかしたらストスナでケラに乗れるかもしれないので、そこからきっかけで読者モデルになる方も多いので、ぜひぜひ原宿を歩いてください。みんなと同じなんですけれども、やっぱり、ね、基本はスナップからだと思うので、コスドリバイブルとかケラだったらケラスナップが地方でもやっているので、もしかしたらそこから声がかかるかもしれないので、皆さんもう自分のこれだって思うスタイルで気合い入れてスナップされに原宿などへ行きましょう。みんな3人とも個性的で自分の好きなスタイルっていうのをした上で今があると思うので、ロリータの方はロリータをロリータスタイルのこだわりを忘れず、王子様スタイルが好きな方はもうそのスタイルで恥ずかしがることなくスタイルを貫いてほしいなと思います。で、今日はたくさんのお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいかがでした？最後はドクモたちの日常生活も赤裸々に語っちゃった DVD、 楽しんでいただけたでしょうか？プロのテクニックからドクモのプライベートまで紹介してきましたが、皆さんのお役に立ちましたか？今回ベイビーザスターズシャインブライトさんのご協力により実現したゴシック&ロリータバイブル DVD ですが、これからのゴシック&ロリータをもっともっと盛り上げていけるよう頑張りますので、皆さんも一緒に盛り上げてくださいね。それではまたどこかでお会いしましょう。